今回はブラタモリの後追い世田谷編の3回目。世田谷の支配者が地位を手に入れた意外な理由を探っていきます。東京限定雑学。江戸時代以降の世田谷の発展の歴史を紐解くために、タモリさんたちが訪れた場所が豪徳寺からほど近い世田谷代官屋敷です。屋敷の目の前には前回ご紹介したように江戸と神奈川方面を経由し、徳川家にゆかりのある現在の静岡にあたる駿河を結ぶ主要な道、矢倉沢大貫が通っています。屋敷に住む代官は時代劇でもおなじみの役職で、だいたいいい描かれ方はしませんが、実際どんな仕事をしているかは意外と知られていません。彼らは基本的に幕府や各藩の支配地域において将軍や藩主の代わりに行政を司る人です。最重要な仕事は領地の年貢、つまり税金の管理ですが、それ以外にも治安維持や防災、そして地域のインフラ管理など、現在のお役所仕事を一手に引き受けるなど、かなり広範囲に広がっていました。そんな仕事の多い代官は、なんとなく時代劇で見ると、金の刺繍をあしらった豪華な着物を着て、越後屋に山吹色のお菓子をもらってニタニタ笑っているので、相当偉い役人に見えます。ところが実は基本的に代官は下級武士が担う場合が多く、時代劇で見る悪事は現代の会社でいうところの平社員が汚職に手を染めているという構図なのです。また現実世界の代官は職務が幕府や藩の財政、自治などに非常に重大な影響を与えるため、上から厳しく監視されており、私腹を肥やすということは不可能に近く、すぐにバレるものだったと考えられています。私たちの印象とは異なる職業、代官。江戸時代の世田谷においてこの職務は、ある家が代々世襲していました。それが番組でも出てきた大場家です。大場家は世田谷に古くから住んでおり、土地をよく知っているため、その役職に任命されましたが、彼らには一つ興味深い特徴がありました。それは大場家の身分が農民であること。私たちは代官と聞くと武士であると勝手に考えてしまいますが、代官は武士である必要はなく、場合によってはその土地で影響力のある裕福な農民が選ばれることも多々ありました。農民が地域の自治を担うというのは、昔話でよく出てくる庄屋さんに似ていますが、この庄屋さんを束ねているのが代官なのです。ただ農民が代官をするといっても、いきなり任命されたところで仕事のノウハウがあるわけでもないので、かつては武士だった家系が戦国時代に帰農、つまり武士を辞めて農家になった家が任命されることが多く、大場家もその例に漏れませんでした。彼らはもともと平安時代の武将であり、1180年、後に鎌倉幕府初代征夷大将軍となる源頼朝を小田原は石橋山の戦いで打ち負かした大場景親を先祖に持つとされており、吉良家支配の世田谷においては四天王と称され、家臣の中ではかなり上の格を持つ重要な家でした。しかし以前お話ししたように、吉良家の後ろ盾であった小田原北条氏が滅亡すると、吉良家は敗走、大場家は主君を失い、現代でいう会社倒産に伴う解雇という形で戦国の世に放たれることになります。このように武士が主君を失った場合には、生きていくためにいくつかの選択肢が用意されていました。一つが新しい支配者に取り繕って再就職の道を見つけること。一見戦国時代の戦というのは、負けた側は皆殺しにされる残酷な世界と考えてしまいがちですが、実際には大将やその側近などを除き、抵抗しなければ何の咎めもないことが多く、負けた側の人材が後に勝った側で活躍することも多くありました。これは戦国時代における戦いの多くが、前回ご紹介したような宗教戦争でない限り、
相手を殲滅することが目的ではなく、国取り合戦であるため。武将たちが欲しいのは、その地域の米を生産する土地と、それを耕してくれる民、そして農民たちを束ねてくれる人材なのです。なのでそういった地域の人々には、今までの生活を続けてもらうことが大切であり、負けた側の人々も生きて今までの生活が続けられれば、支配者は意外と誰でもよかったのです。なので武士たちは再就職先を求めて新しい支配者にアピールし、両者のニーズが合致すれば、晴れて新しい主従関係が成立したのです。なお、この優秀な人材というのは、現代では仕事ができるという解釈であり、戦国時代も大体同じですが、ただ少し変わった優秀さも武士の世ではもてはやされていました。それが顔の良さです。世界中の時の権力者というのは美しいものをこよなく愛し、それゆえ大きな城や高級で技巧が凝らされた調度品を集める趣味があるのは皆さんもご存知だと思います。しかし歴史上、日本においては長きにわたり、美しい顔をした男性もコレクションの対象となりました。よく時代劇などで武将の隣で刀を持った幼い少年を見る機会がありますが、あれは小将と呼ばれ、武将の身の回りの世話をする役割を担っていました。彼らは主君にお仕えするにあたり、非常に高い教養と頭の良さを必要としましたが、同時に顔がいいことも重要でした。なぜなら常に武将のそばにいる小将は、主君を引き立てる一種アクセサリーのような意味もあり、そのアクセサリーは権力の象徴として美しくあるべきだったからです。そのため端正な顔をした若い男性を数多く従えれば、武士としての格が上がったのです。また小将たちは主人と多くの時間を共にしているため、考え方や戦略などもよく理解していました。そのため成長するにつれ、身の回りの世話だけでなく、戦いや政治においても補佐役に起用されることが多く、彼らは武士の時代を通して多く活躍しました。そんな小将から成り上がった代表ともいえる家系が身近なところにあります。それが江戸時代の世田谷の支配者、井伊家その人でした。井伊家は前回ご紹介したように、歴史上非常に重要な家系であり、江戸幕府を260年もの長きにわたり繁栄させた影の立役者です。そしてそんな彼らが歴史で活躍できたのは、ダジャレでもなく、井伊家の男たちがいい顔をしていたおかげだと言われています。井伊家の歴史は不確かな部分も多く、いつ始まったのかは正確には議論があるところです。ただ言い伝えられている歴史は平安時代、西暦1010年の遠江の国、現在の静岡県で始まります。ある日、良丹寺という寺の住職が門前にある井戸の前で生後間もない男の子を発見します。食料事情が安定しないこの時代において、捨て子というのは珍しくなく、この男の子も単なる孤児として歴史に埋もれるはずでした。しかしこの赤子にはそうはならない珍しい特徴がありました。それはこの世のものとは思えないほど端正で美しい顔です。寺に引き取られた男の子はたちまち周囲でも評判となり、かつ頭も良かったことからいつしか神童と噂されるようになります。そして彼が7歳になると、遠江の国の国司、つまり地域を管理する役人であった藤原友助が駆けつけるまでになります。そしてやはり彼もその顔に魅了され、少年に友康という名前を与え、自分の養子にしたのです。友康は跡取りがいなかった友助の後継者として大切に育てられ、1032年、立派に成長すると藤原家の家督を継ぎました。この時友康は幼い頃自らが捨てられていた良丹寺近くに城を構え、その場所の地名である飯野屋から自らを井伊と名乗り、
これが後に江戸幕府を支える名家の誕生の瞬間となります。井伊家をゆえに歴史に現れた井伊家。しかし戦国時代、戦乱や陰謀により家の男たちがことごとく戦死や暗殺の憂き目に遭い、滅亡を仕掛けたことがあります。そしてそんな危機を救ったのがまた彼らの井伊家でした。1563年、若干28歳にして井伊家19代当主であった直親が戦乱の中で暗殺されると、次の当主である虎松が2歳と幼かったため、応急処置的に親戚の直虎を当主とします。直虎は大河ドラマでも主人公となった人物であり、番組では女性として描かれていました。しかし実際には歴史学者の中でも意見が分かれるところで、性別が何であったかは正確には分かっていません。さらに言えば、この直虎が井伊家の家系図においてどこに属するかも確定しておらず、しばし議論になりますが、そこは今回は置いておきます。そんな直虎を筆頭として幼き虎松の成長を待つ井伊家ですが、彼が大きくなったところで家が安泰かといえばそうではありませんでした。なぜなら虎松の父であり井伊家先代当主であった直親は、自身の君主である今川氏真によって謀反の疑いをかけられた結果、暗殺されてしまったため、戦国時代における後ろ盾がない脆弱な状態だったのです。そのため井伊家は何とかして後ろ盾を確保すべく奔走しますが、そこで頼ったのが後の主君徳川家康でした。家康に頼った理由は、そもそも虎松の父が暗殺された理由が当時今川家と対立していた松平元康、つまり後の徳川家康と内通していたと疑われたため。つまり内通が事実であれば、もちろん家臣としての道が開けますし、事実でなかったとしても家康が理由で当主が死んでいるため、何らかの憐れみをかけてもらえる可能性があると考えたのです。そして幼き虎松が10代となった1575年、家康が浜松で鷹狩りに出かけるところを見計らって、道中で虎松は家康に駆け寄りました。その際、虎松の最大のアピールポイントとなったのがやはりいい顔でした。虎松は幼少期から端正な顔立ちで周囲を魅了しており、実際顔を見た家康は虎松を大いに気に入り、小姓として自らの家臣としました。そして以後虎松は万千代の名で10代を過ごし、22歳になった時に井伊直政を名乗ると、以後彼の家は徳川幕府の家臣の最高位、大老を何人も輩出する重要な家として繁栄するのです。ちなみに直政がどれだけいい顔をしていたかというと、この時代、性的指向にかかわらず男性同士が関係を持つという独特な慣習があり、小姓というのはその相手としての役割も持っていました。しかし家康は男性にほとんど興味を持たず、大の女性好きとして知られており、常に若い女性を相手としていました。ところがそんな家康も直政とは関係を頻繁に持っていたと言われており、それだけ直政が美しい外見をしていたと言われています。このように顔のいい男性をアクセサリーとして扱う文化は、実は日本特有のものではなく、世界中に点在しており、近代でもイギリスなどの貴族社会における下僕がその顕著な例として挙げられます。下僕は大きな屋敷で働く使用人ですが、私たちはハリー・ポッターの影響からか、掃除や洗濯を担う下働きのようなイメージを持っています。ところが実際の下僕というのは、掃除や洗濯、料理をする人などとは別に雇われ、屋敷でドアを開けゲストを迎え入れたり、ウェイターのように食事やお酒を給仕する男性でした。下僕は掃除人や料理人とは違い、屋敷に必ずしも必要な存在ではないため、彼らがいること自体が屋敷のステータスとなりました。
そして貴族たちはそのステータスをさらに高めるために下僕に見た目の良さを求めるようになり、いつしか下僕はハンサムで身長の高い男性が就く職業となりました。なお近年、ハイブランドの路面店や高級ホテルでは通常の警備員とは別にドアマンとして背の高いハンサムな男性を起用する例がよく見られますが、これは貴族の下僕と同じ意味を持ち、高級感やステータスの高さを演出する目的があります。なお下僕に似た仕事で執事という職がありますが、執事は下僕やメイドなどの使用人を束ねる管理職のことで、下僕の出世先がこれにあたります。また先ほどもお話ししたように、下僕は必ずしも必要ではないため、そこまでお金を持っていなければ執事やメイドが下僕の仕事を兼任する屋敷もありました。なのでこれを考えると、漫画なので大金持ちのお嬢様に執事が常についてお茶を運んだり身だしなみを整えている描写が見られる場合がありますが、本当に大きな屋敷であれば執事ではなく下僕がお茶を運び、侍女と呼ばれる専用の付き人がお嬢様の身の回りの世話をするのが通常で、それを執事がやっているということは、実はあの家はそれほどお金を持っていないという意味でもあります。男性の養子の重要子、実はこれは武士と似たような形態を持つ近代の世界の軍隊でも見られます。例えば平時においても外国に出向くことが多い海軍は、その国を代表する者たちとみなされるため、多くの場合養子短麗であることが暗に求められるという話は世界中でよく聞かれるものです。さらに現代でも儀仗兵や近衛部隊など式典や儀式に参加し、外国の首脳を迎える際にずらっと並べられる兵士なども、その国の威信を示すために身長と容姿が優れている者が選抜されるのは公式に公表されている事実です。これを考えると、一般に女性と比べあまり重要視されないと考えられている男性の養子も、実は歴史上武士や貴族、軍隊などパワーバランスが重要な世界では非常に意味のある要素であることがわかります。いい顔が再就職に有利となる戦国時代ですが、就職をしないという選択肢も存在しており、それが大化けも選んだ技能、つまり農家になることでした。武士が農家というと特権階級からの下落、あるいは武士が農業なんてできるのかという疑問が出てくるかもしれません。しかし実は戦国時代までの武士というのは侍を専業とする人がいた一方で、本業としては農家でありながら戦の時や政治に関して地域を治めるため武士との二足のわらじを履いている人たちも多くいました。そしてそもそも武士の誕生は西暦800年代から900年代頃に農民たちが自らの農地を守るために武装したことが始まりのため、武士が農業をするというのはごく自然なことでした。そのため主君を失った武士が機能することが多々あり、場合によっては新たなる支配者の下で再び地位を取り戻して活躍する機会もありました。そのため大化けも主君を失った今、農家をするというのは非常に自然な話でした。ただこうなると、新しい支配者徳川家康がやってきた時になぜ武士に戻らなかったのか疑問が湧きます。これについては、なった理由というのは歴史には刻まれても、ならなかった理由は刻まれないため詳細は不明ですが、推察するに教科書で習った歴史が関係してきます。皆さんは学校の授業で兵農分離という言葉を聞いたことがあると思います。これは織田信長がはじめ豊臣秀吉が進め、徳川家康が完成させた政策で、文字通り兵士、つまり武士と農民を分離するというものです。先ほどお話ししたように、今までの武士は農業にも従事しており、武士と農民の区別は曖昧でした。
しかしこれだと農業が忙しくなる時期に武士としての仕事が停滞しがちであり、同時に農民が武士も兼任するということは反乱を起こされる可能性も高くなり、土地の支配を進める戦国大名にとっては安定的な統治が難しくなるため、かなり厄介でした。そのため豊臣秀吉が進めたのが兵農分離で、これにより農民は農業専業となり、武士は戦いや政治に専念することにより、効率的な米の生産と祭りごとが可能となりました。また農民からは武器を取り上げる、つまり刀狩りを行うことにより農民が武装蜂起することを防ぎ、これにより支配の安定化にもつながりました。そしてこの兵農分離をもって江戸時代には階級が固定化されたのです。なので小田原北条氏の滅亡により農民となった大場家は、その後徳川家康の支配下となった世田谷においてもこの原則が適用され、武士には戻らず農民のまま江戸時代を迎えたと考えられます。また他にも実利的な理由もあったと推察できます。私たちはなんとなく農民が武士よりも貧しい存在と考えがちですが、実際にはそうではない例も多くありました。先ほどからお話ししているように、武士は農民から発達した社会階級ですが、そもそも武器を持ち侍となる農民はその地域でも裕福で影響力のある者が多く、彼らは外敵や侵入者から地域の農地を守るために必要に駆られて武装していたのです。そのため本来であれば農業に専念した方が豊かに暮らせる場合もあり、権力を欲していなければ武士になる理由もなかったのです。逆に幕府に雇われ専業の武士になってしまうと、江戸時代のシステム上元の土地から離され、幕府の俸給、つまり給与だけの生活を余儀なくされる可能性もあります。そして代官クラスの下級武士となれば、豊かな農民時代よりも貧しくなる可能性も高く、その点も大場家が農民であり続けた理由と考えられます。さて今回はここまで。次回江戸時代以降の世田谷の歴史をさらに追求していきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。